皆さんこんばんは、サイラです。今回はテイルズ・オブ・アライズでスキルの狙われやすさアップとダウンの効果の検証をやっていきます。合わせてヘイトっていうのとターゲットの仕組みも確認していきます。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。先日この2つの動画で狙われやすさの効果がないっていうお話をしましたが、動画のコメントで狙われやすさは効果があるっていうお話もありました。私はボスにつけていってほとんど効果がないっていう感じがあったので、感覚で効果がないっていうお話をしてしまったんですが、今回は改めて本当に効果がないのか、もしくはあるのか、これを検証していきたいと思います。いろいろ検証やって分かったことを説明していきます。長い説明になるので覚悟してください。やり方ですが、1分間測ってその間に操作キャラが敵からターゲットになる時間っていうのを計測しようと思っています。アクセサリーは全員なしの確認と、狙われアップのアクセサリーのみ、狙われダウンのアクセサリーのみ、どちらも装備、こんな感じのバリエーションでやろうと思っています。敵は修練場の最上級、あとは上級、下級。フィールドモンスターでは一番最弱のアルマジロとか、異界の雑魚戦闘などを確認していこうと思っています。ヘイトに関するよくある話として、このような感じがあると思います。このあたりも意識しながら確認していこうと思っています。確認するパターンですが、今掲示板に見せている通り、こんな感じのバリエーションで確認しようと思っています。とてつもなく時間がかかりそうな組み合わせですよね。では、移していきます。というのが今までのパターンでしたが、今回は何と言っても地味、そして長い、そして分かりづらい。動画を映したところで効果がよくわからないっていう状態になってしまうので、今回は戦闘動画を映しません。途中経過っていうのは映さずに、検証した結果の説明をしていこうと思います。正確に数字で出るとか、見た目にはっきりわかるものではなくって、感覚によるものなので、もし間違いとか新しい説っていうのがあれば、またコメント欄でご指摘ください。それではいつものように掲示板を表示しながら説明していきます。まずはボス戦について分かったことを説明します。ボス戦はスタート時に必ず操作キャラが狙われます。何十回とやりましたが、必ず最初にターゲットにされてました。それ以降、長期戦になったとしても、基本9割ぐらいは操作キャラが狙われていて、気まぐれ的に急に他のキャラクターを1回攻撃してまた戻ってくる。そんな感じになっていました。おそらくヘイトが2番目に高いキャラクターを1割使って狙っていくのかなっていう感じがします。途中で操作キャラを変えても、変えた操作キャラにすぐにターゲットが移ります。そしてボス戦で操作キャラが死んだ場合、もちろん他のキャラクターにターゲットが移るんですが、生き返るとすぐに操作キャラが狙われます。やっぱりボス戦はそういう特殊な AI が入ってると思います。あと操作キャラクターをオートにしても変わらないですね。操作キャラクターを狙ってきます。アクセサリーで狙われやすさダウンの台を装備しても9割狙われるっていうのは変わりありませんでした。修練所の最上級のボスと裏ボスで確認しているので、おそらく全てのボスで同じと考えて良さそうです。1点ボス戦で勘違いしていたのがあったんですが、ボスって連続攻撃を結構やってくるんですけど、その攻撃が他のキャラクターへの攻撃に見えることがありました。例えば修練場のソードランカーの振り返り攻撃からの回転攻撃、これ一連の動作になっているので、振り返りで後ろを振り向いてそこから回転攻撃をする。そうすると最初見た時は振り返り攻撃が他のキャラを狙っているように見えて、かつその後回転攻撃もそのキャラを狙って回転攻撃しているように見えてました。ただこれは他の3人のキャラクターと操作キャラの距離を離してやったところ、その場で振り返り攻撃をして回転攻撃をしてるっていう感じで、他の3人のキャラクターの方にも向いてないですし、当てようともしてないんで、やはり操作キャラ狙ってるんだなっていうのは分かりました。あとは裏ボスもそうですね。連続攻撃からビームを発射するとき、ビームの発射タイミングでの方向に向かってビームを発射するんですけど、その時にキャラがもう移動していたら結構軸が変わるんですね。
この軸が変わったところの発射してるビームが他のキャラクターの方を向いてたりして、あれ狙ってんのかなと思ったんですけど、そんなことはなくって、基本はやっぱり操作キャラ狙ってました。こういう感じになります。ここまでのボスのお話、結構わかりやすいと思います。というのも、雑魚戦闘はもっとややこしいんです。最初に謝っておきます。わかりづらかったらごめんなさい。それほど複雑になっています。それでは説明していきます。雑魚戦闘ですが、敵によって AI が組まれているようで、一部の敵は操作キャラクターを重点的に狙ってくる傾向があるみたいです。それ以外はボス戦と違って平等に狙うって感じなんですが、誰と戦うかによって敵の狙う傾向が変わったりします。特定の敵しか見てないとすごく狙われてるって感じがしてたんですが、他の敵を相手にした時に結果が変わるっていうことがありました。基本的にはボス戦のような操作キャラがずっと狙われるっていう敵はそれほど多くないようなので、これから説明していくのは平等に狙われたらっていうところの説明になります。ボス戦のように集中的に狙う一部の敵に関してはボス戦と全く同じ動きになっていると思います。続いて一度ターゲットにされるとダメージを食らってもガードをしても避けてもターゲットが変わることがないようです。ボスと同じようにやっぱり気まぐれ的に他のキャラを狙うようです。ボスとは違ってヘイトが2番目に高いキャラを狙ってるっていうのは確認はできませんでした。おそらくランダムなのかなって気がします。あと気まぐれ率はボスより高いように感じます。ボスの時はだいたい1割ぐらい、そのくらいなんですが、雑魚戦闘の場合は3割4割ぐらい気まぐれ行動しているように感じます。気まぐれ行動の一部ですが、これを見てください。今シオンとキサラがずっと狙われています。右のキャラが今こっち向かってきてると思うんですよね。戻ってきました。こんな感じで気まぐれ行動っていうのがちょこちょこ発生してます。また来ましたよね。これ今2体向かってきましたが、またこれも来ました。こんな感じでターゲットが変わってるかのように見える気まぐれ行動があるんですが、やっぱり狙ってるキャラは同じで、そこに向かって攻撃を仕掛けるっていう感じになってます。パッと見た見え方によってはターゲットがコロコロ変わってるように感じるんですが、止まってずっと放置して見ているとやっぱり元のターゲットをベースにしてるっていうのは分かります。ヘイトによってターゲットを取るってことは可能でして、ダメージ量によってヘイトが上がってくるみたいです。ダメージ1だとほぼターゲットを取ることはできません。あとは近くにいるキャラクターのヘイトが溜まるっていう特徴があるようです。回復術を使うっていうところですが、1分放置しても5分放置しても回復術を使えば簡単に全ての敵のターゲットを取ることができます。そのくらい回復のヘイトは高いみたいです。実際の戦闘を考えると、近くにいるキャラに対してヘイトがどんどん溜まっていくので、一度ターゲットにされたらヘイトが溜まり続けるんですけど、これをターゲット取り返すっていう風に考えた時に、戦闘中だと攻撃して倒してしまうってことがあるので、やっぱりターゲットを取り直すっていうのはかなり厳しいかなと思います。戦闘序盤で攻撃を出しまくってターゲットを取るってことができればそのまま維持するのは簡単ですが、別のキャラにターゲットがいるそういう状態の敵からターゲットを取るっていうのは現実的には無理だと思います。戦闘時間が5分も10分もかかるような場合だったらもちろんそのターゲットの移動っていうのは可能なんですが、通常の戦闘1分2分で終わるような戦闘であればターゲットの変更っていうのは現実的に無理だと思います。実際にシオンが3体の敵にターゲットを取ってる様子なんですが、こんな感じになっています。続いてキサラですが、キサラはガード時に狙われやすさアップっていうスキルがついています。これの効果なんですが、実際にガードした時に攻撃してきた敵のヘイトアップ量が高くなるっていう感じだと思います。他のキャラクターを攻撃してる敵のヘイトが上がるっていうことはなくって、あくまでも攻撃してきた敵
のみっていう限定的な効果っぽいです。なので、キサラのガードを使って他の敵からターゲットを取るっていうことはできません。このガードで実質の敵の固定化っていうのはできます。新たな敵の固定はできないですけど、今狙っている敵の固定化はできます。近くにいるとヘイトが上がるプラスガードでヘイトが上がるっていうことでかなり上昇率は高いようです。キサラに狙われアップ台を装備してキサラを狙ってくる敵に対してアルフェンで攻撃しましたが、いくら攻撃してもターゲット取ることはできませんでした。そのまま倒してしまうまでターゲットは変わりませんでした。逆にキサラにアクセサリーを装備せずに操作キャラに狙われやすさアップ台を装備して攻撃していったところ、体力半分ぐらい削れたぐらいでターゲットが取れました。これは攻撃するタイミングとかどれだけ時間が経ってるかによって、もともとキサラへのヘイトがどのくらいあるかによって変わってくるんですけど、倒すまでにターゲットを取りました。続いてターゲットを取っているキャラを控えに移すと、もちろんですけどターゲットはリセットされて他のキャラクター狙います。ただし控えから元に戻すと即時ターゲットが移ります。そんな感じで控えに移しても完全にリセットはされないっていう感じでした。最初によくあるパターン、掲示板に移したと思うんですが、これをもとにテイルズ・オブ・アライズではどうなのかっていうのを回答しておきます。ボス戦については例外的に操作キャラクターがずっとターゲットを取るっていう形なので除外します。雑魚戦闘ではどうなのかっていう感じの回答になります。ちょっと今回は文章ばっかりで分かりづらかったと思うんですが、以上がヘイトとターゲットの仕組みと狙われアップダウンの効果についてになります。今回の動画はどうだったでしょうか？感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。